こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はキノコを使ったとっておきの若返り法をご紹介したいと思います。キノコと若返り、あまりイメージないと思います。しかもキノコというと秋のイメージがあるかと思いますが、実はですね、キノコこそ紫外線の強い夏場に摂っていただきたい栄養素があるんです。今回はそのキノコが健康はもちろん美肌効果に役立つというお話、さらに大人気のお酢を使ったレシピということで、お酢とキノコを掛け算した酢キノコという形でとっておきの若返りに役立つレシピをご紹介したいと思います。とっても簡単なんですが、いろんなものにちょい足ししたりアレンジをして楽しんでいただきたいレシピですので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。今回は若返りがテーマなんですけれども、キノコとお酢でなぜ若返りが期待できるのかというお話、3つご紹介したいと思います。まず1つ目、私たちが老化や病気の大きな原因の一つとして糖化ということが挙げられます。糖化というのは、糖とタンパク質が結合してしまうことで、タンパク質の本来の機能を失ってしまって、さらに結着した物質に酸化や炎症、様々な要因が加わっていくことで、AGE という最終糖化産物といって分解できなくなって最終的に体内に蓄積してくるということが、老化現象と深い関わりがあることが分かっています。この糖化というものを防ぐのに酢キノコが非常に役立ちます。糖化についてはこちらの動画の方でも詳しくご紹介してますので、ぜひ合わせてご覧になってください。糖化を防ぐためには血糖値のコントロールがとても重要です。血糖値の上昇を抑える食材としては、お酢や食物繊維の多い食べ物が挙げられます。キノコには食物繊維が豊富、そしてお酢と掛け算するということで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できるんですね。2つ目、注目のエルゴチオネインという物質が取れる。このエルゴチオネインってあまり聞き慣れないと思うんですけれども、最近注目される若返り成分なんですね。で、これはキノコや麹などの菌類、一部の細菌のみが作れる物質なんですけれども、まず非常に高い抗酸化物質なんです。 DNA の損傷を防いで、過酸化脂質の生成を抑える、脂肪が酸化して作られる毒素ですね、それを抑える、さらに光老化を防いで美容面でも注目される成分なんですね。この光老化というのは紫外線による老化のことを言います。もうこの時期紫外線を浴びてしまうとシミやそばかすの原因にもなりますが、皮膚の表面に塗っている脂質が紫外線によって酸化されることで過酸化脂質というものが生まれ、それによって皮膚のダメージというものも懸念されていたりするんですね。化粧品からのアプローチなどでも注目されている成分です。キノコに含まれるキチンという食物繊維が AGE というものを吸着して排出する効果もあるので、キノコのエルゴチオネイン、そして食物繊維、老化を防ぐ効果が期待できる食品なんです。そして3つ目、お酢を一緒に摂ることでさらに相乗効果となる。お酢に含まれる酢酸には体内の糖化反応を防ぐ効果があります。お酢に限らずレモン汁など酸っぱいものですね、酸によってこの糖化反応というものを遅らせる効果がありますので、体内での糖化反応の他に調理の過程でお酢を使ってあげることで、調理によって作られる AGE も防ぐことができるんですね。例えばお肉をソテーする前にお肉にお酢を絡めておいてソテーをすると AGE が作られるのを防ぐ効果があったり、唐揚げのような高温で調理するものにもお酢を使って下味をつけておくと AGE が作られるのを防ぐ、そんなような調理によって作られる AGE を防ぐ効果も期待できます。老化や病気の原因物質と言われる AGE、お酢の効果、キノコに含まれるいろいろな成分によって相乗効果をもたらすということなんですね。ぜひ紫外線が強い時期だからこそ活用していただきたいレシピです。それでは早速作っていきましょう。
きのこの材料はこちらです。まず、きのこの説明をいたします。今回、エルゴチオネインという成分の話しましたが、実は平竹に多く含まれている成分なんですね。きのこ全般に含まれてはいるんですが、エルゴチオネイン、特に気になる方、平竹ぜひ入れてみてください。その他、椎茸、舞茸、えのきを加えてみました。このあたりはお好みでいろんなキノコをブレンドしてみてください。で、キノコによってそれぞれ免疫力を高める効果があるとか、ビタミン D が多いとか、いろんな違いがあります。それぞれ違った良さがあるし、ブレンドすることでキノコというのはより旨味が増す食べ物なので、ぜひ何種類かブレンドしてみるといいと思います。そして昆布と唐辛子、これは美味しくするための食品なので、なかったら入れなくても結構です。そして調味料の方がオリーブオイル、お酢、甜菜と白だしになります。オリーブオイルは抗酸化作用が高いので今回使いますが、お好みの油で結構です。そしてお酢は今回米酢なんですけれども、黒酢とかリンゴ酢とか、こちらもお好みのものでアレンジ可能です。そして白だしなんですが、もしなければめんつゆでもいいし、お醤油を代用していただいても結構です。甜菜と、これも蜂蜜とかお好みの糖類でも大丈夫です。ぜひご家庭にあるもので作ってみてください。まず、キノコです。キノコはですね、お水で洗ってしまうと風味が飛んでしまう食品なので、できれば固く絞った布巾などで拭くような感じでお掃除をしてあげてください。で、椎茸はこの硬い石突きのところだけを取り除いて、できれば包丁よりは手を使ってちぎってあげた方が美味しく仕上がります。包丁でスパッと切るよりもザクザクっとちぎってあげる方が味の染み込みも良くなります。大きめで大丈夫です。えのきです。下のね、もみがついているところのみ、この辺ですね、ここだけちょっと取り除いて、えのきはまず半分に食べやすい長さにしていきます。はい。で、この茎の部分ですね、ここも手でちぎって食べやすい大きさに分けていきます。大きめでザクザクと割りほぐしていきます。こんな感じですね。そして舞茸です。もう舞茸はね、全部丸ごと食べられますので、適当な大きさに、食べやすい大きさに分けていきます。そして平茸です。平茸もね、全部手でこのように分けてしまって、傘がね、すごく大きいなと思うようなものだけ、手でね、半分にこう、ちぎるような感じで大きさを調節していきます。結構キノコって炒めちゃうとね、かなり小さくなりますので、この段階でね、あんまり小さくしなくても加熱をしていくとね、収まりよくできると思います。昆布です。昆布は旨味をね、出すために今回入れるんですけれども、実は昆布ってカルシウムがね、すごく多くて、お酢に含まれる酢酸と一緒に摂ることで、カルシウムの吸収も良くなるんですよ。しかも、キノコはビタミン D が含まれますので、カルシウムとビタミン D ということでね、骨の健康にも非常にいい組み合わせなんですね。美味しさのためだけではなく、骨の健康のためにも昆布入れていきたいと思います。小さくハサミでね、切っていただいて、で、一緒に炒め合わせていきます。細切り昆布なんかを使っていただいてもいいと思います。それから唐辛子ですね。唐辛子はちょっとピリッとアクセントに使いたいんですけれども、種がね、かなり辛いので、種だけはね、取り除いて使いたいと思います。で、細かく切れば切るほど辛みが増してきますので、そこはもうお好みに合わせてね、使ってみてください。今回はね、本当にほんのりとした辛みということで、丸ごと使いたいと思います。はい、キノコ合わせて準備することは以上です。大きめのお鍋かフライパンですね、用意してください。火を中火にかけます。オリーブオイルです。鷹の爪が入ります。はい、キノコを一気に入れていきます。かなりね、量が多いので、最初はちょっとかき混ぜにくいんですけれども、もうキノコってね、90% 以上水分ですからね、炒めて煮詰めていくことで旨味が凝縮してきます。だんだん水分が出てきますが、合わせてね、もう昆布も一緒に入れてしまいますね。この段階だとね、まだ昆布旨味出てこないんですけれども、キノコから水分が出てくると自然と昆布も旨味が出てきます。キノコと昆布の旨味合わせて使うことでより美味しくなるわけですね。このまましばらく炒めていきます。キノコの
量が半分以下になってきました。もうすっかりとしんなりとしています。あんなにあったのにこんな少なくなっちゃうんですよね。本当にね、キノコって水分が多いので、結構多めに入れたつもりでもね、こんな小さくなっちゃうんですよ。はい、それでは味をつけていきます。白だしです。甜菜糖です。お酢が入ります。あとは全体に味が馴染むまで軽く煮ていきます。ちょっと全体がね、ぐつぐつっとしてきました。そしたら火を止めます。きのこ完成しました。きのこのお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。皆さんも想像できるかと思いますが、きのこの旨味と昆布の旨味、そして唐辛子の辛みがちょっとピリッと効いて最高の味わいに仕上がっています。旨味が多い分酸味がまろやかでとっても食べやすいので、もちろんこのままお食事の一品として召し上がっていただいても構いませんし、意外とこれいろんなアレンジができるんですよ。例えば塩焼きそばに入れたりとか、冷やし中華とか麺類なんかに添えていただいても美味しいと思います。焼いたお肉とかお魚の付け合わせとかソースにしても合うし、カレーに入れたり、またはちょっとマヨネーズでこう和えるととっても簡単なきのこのタルタルソースができるんですね。サンドイッチの具にしてもとっても美味しいと思います。ちょっと酸味が効いてますけれども、パスタなんかにもすごく合うと思います。若返りの成分が取れると思うとますます美味しく感じてきます。今回は若返りの新習慣としてきのこの素晴らしい栄養、そしてお酢と掛け算することで相乗効果が生まれるすきのこをご紹介いたしました。作り方はね、とっても簡単です。しかもいろんなきのこをブレンドしていただいて、その時の気分に合わせて作っていただくといいかなと思います。たっぷり作り置きしておくととっても重宝するレシピですので、ぜひお試しください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。